ます。原型を2枚ご飯入れておいてください。はい、ます。水ラン例えばハンバーグなかったらハンバーグこねたりとかそういうのしてますね。今日来るんかな。ステーキとかハンバーグに乗っとる付け合わせですね。マッシュポテトと昨日のパン作って朝で保存するんですけど、本来すね肉ってほらスープとかに使うんですけど、それをなるべく限界まで筋取って、あと脂身、ステーキとハンバーグってどっちが人気あるんですか？おといがハンバーグいっぱい出て、その前の日がステーキいっぱい出たとか、ハンバーグの方がちょっと勝つんじゃないかなと思います。本当日によりますけど。
オニオンのソテーしたやつです。大って言われてるのは240なんですけど、生姜160なんです。これそのもうちょっとちっちゃいやつなんです。サービスランチっつって限定のやつなんです。ここが一応メインの営業中の焼き場で、それは私がずっとやります。はい。サービスランチっていうのは1日限定10食だけあるんですけれども、それを確保するのに早い時間に来られる方もいらっしゃいます。2時間ぐらいやりました。水分飛んできたらこれパスンしていろいろ調味料入ってるんですけど、でまたしばらく煮詰めますけど、またここで完成なんで。2枚ご飯入れておいてください。
ランお願いします。ステーキランチなんです。ガーリックランチ。はい、お待たせいたしました。それではステーキの 250g の方から失礼いたします。大変お待ちとなっておりますのでお気をつけください。お肉英語等級っていうのが縛りになっているので、産地は全国からということになります。石川なので能登牛ありますかというようなご質問とかあるんですけど、うちはあんまりないです。その代わりも必ず英語等級のものしか入れないというような選び方です。はい、第3まで。それはスペシャルとなりますので、かけずにお願いします。120。はい、150。お願いします。こちら側でよろしいですか？
チとハンバーグ両方テイクアウトの商品あってそれはまあテイクアウト用一番ちっちゃいサイズですけれどもたくさん注文をいただいてます、単品のお肉でご注文できます。こちらも鉄板でお熱いので。はい、ありがとうございます。久しぶりに来ました。はい。半年ぶり、1年ぶり。はい。焼きたての美味しいハンバーグをランチがお手頃で食べれるのがいいなと思ってます。ジューシー。お待たせいたしました。目玉ガーリックです。タレもかけずにこちらにつけてお召し上がりください。よくお店来られるんですか？いやー、月に1回とか。いつも何頼まれるんですか？いつも同じですね。ずっとこればっかり。はい。お待たせしました。鉄板の方にお熱いのでお気をつけください。来られるんですか？いや、初めて来ました。そうですね。美味しいです。美味しいですか？ハンバーグ小のご飯小でございます。つだいですね。はい、失礼します。ハンバーグランチ中のご飯中です。
何食べようでハンバーグ食べたいなと思って。美味しい。美味しいですか。うん。やっぱ出張っすか。出張で東京から。お待たせいたしました。では、お疲れ様でした。美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまです。いちごの部位です。いちご焼肉屋さんとかだと赤身の場合多いと思うんですけど、英語等級っていうのは場合だけ結構こういうバッチリしたしがあって、英語等級に限ってはステーキにすると大変美味しい。いろんなお野菜の炒め物です。大皿でシェアしてもらうことが大体多いですね。完成です。よいしょ。ななみさんは美味しいです。美味しいです。毎日の手入れ大変そうですね。まあ今は夜もまた使うのでピカピカにはするのは夜終わってからなんですけど、これで帰ります。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ビスマルク大盛り。対面商売が好きなんですよね。人を楽しませる、人を笑顔にする僕のアイデンティティというか、まあ、ポリシーというか生きがいというか。どうぞ。ローリエ。あ、ローリエ。夢みそもすごいさっぱりしていて、コシヒカリとか百万石はね甘くてもっちりしていていいんですけど、フライパンで煽るでしょ。これねさっぱりしていたのが僕は好きで。
のランチが生ガンのランチなんですよね。ジョンカリオストロは土日はランチしないんですけど、チムチム堂の方がランチをやるんで、ジョンカリオストロの方はスパゲッティにしてもオムライスにしても何にしても美味しい。そのまんまおひたしにしても美味しいしね。タントンライスフェアとかオムライスフェアとかカレーフェアとかハヤシライスフェアとか、こういう毎月違うフェアをして初めて来るお客さんももちろん多いんですけど、常連さんはすごく多いので、やっぱ常連さん飽きさせないためにやっぱどんどんアイデアがすごい泉のように湧いてくるんですね。お風呂好きでよく銭湯に行くんですけど、銭湯ってぼーっとしてるとポンポンポンってアイデアが浮かんでくるでしょ。こんないいこと思いついたって思うけど、大体裸なんですよね。こうしてぼーっとバーって書いて、で間に合ったってなってるんで、こうやってうちのデミグラスひき肉入ってるんですよ。インスタのストーリーってあれで僕毎朝おはもに行ってつぶやくんですよ、好評で。それに30分ぐらい費やして、その時間に仕込みすればってみんなに言われて、下でアルバイトしてすごい楽しくて、これは僕は転職かもしれないと思って、で高専中退して、で20歳で入って、でもその T ランドという会社の社長が遺言じゃないですけど、柴田君は独立して自分の店を持ちなさい、必ず成功するからっていうことで、その T ランドからお店の中にあるものを全部いただいて、16年前にジョン・カリオストロをオープンしました。対面商売が好きなんですよね。人を楽しませる、人を笑顔にするっていうことがやっぱり僕のアイデンティティというか、ポリシーというか生きがいというか、美味しいお料理を作ってインスタとかで楽しい配信をして、みんななんかほっこりしてくれたらいいかな。もうすごいいっぱい使うんです。何にでも入れちゃう。臭みも消えるし、香りも良くなるし、洋食のなんかフレーバーがしますね。やっぱ金沢の洋食 B 級グルメはハントンライスですね。そのハントンライスに使うお魚を売ります。県外からツアーを組んでやってくる方も増えましたね。ハントンライスのハンはハンガリーのハンです。東ヨーロッパのハンガリー。で、ハントンライスのトンはマグロのことです。あっちの方行くとトンと発音するらしいんですよね。で、なぜハンガリーなのかっていう話なんですけど、パプリカパウダー、これで赤くご飯を着色してたと思うんです。で、このパプリカっていうのがハンガリーの特産品なんですよね。量を入れます。デミ自体は3種類ぐらいありますね。これはひき肉が入っているタイプ、あと何にも入っていないタイプ、スロガノフというか玉ねぎを炒めて牛肉が入っている、そういうビーフのやつもありますね。ドアップでお願いします。ドリアのホワイトソースの下にケチャップご飯っていうか赤いご飯、僕たちはドリアご飯って呼んでますけど、そのドリアご飯を今作っています。基本の具材ですね。でもまあ1年通してよく出るかな、本当に。ベシャメルなんて毎日仕込むしね。
OK。ちょっと黒っぽくなるんですよね。それがこれは広東ライスに使うタルタルソースを仕込んでいます。そうだね、絶対にね。そうなんです。めっちゃ陰キャらしい。あ、そうなの？捕まった。家遠くて。ガチバカな人がどこら辺が感じなのかなでいいかな。何も考えてなかった。終わりましたよね。あんまなかった。まあ1月っていうのはお正月もあったから、お正月にみんなね遊んだから1月の後半は割と静かなの。気温と売り上げが正比でつければついほど売り上げも上がるんですよ。寒くないですか、短パンはと。売ってないもん。あんまね。我慢してで後ろから見たらこんなになってて。オープンします。どうぞ。少ないで。麺入れてもいいよ。か。何て言っちゃった？大丈夫や。
はい、できた。サイズ選べるんですね。で M サイズと S サイズが1個ずつ入ってます。はい、で。でもいいわ。下ろしてもいいわ。っていうことなら。2発目の白スパと一緒のハントンの魚とかもください。スパゲティグリグリ。ますよ、タイマーです。先に入ってる。OK。2分半。はい。これ何？これ録音です。はい、じゃあ見よう。よし、はい、うまくいきました。ダメだ。はい、オモハヤシ。ミトコンまでな。わからん。あ、ごめんなさい。
らっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、魚フライ OK。そっちまだご飯。さんチーム意見これも一緒に。一旦じゃあ行くわ。ほい。ハントンやっぱよく出ますね。本当ですね。ヒレハンハントンです。さっちゃんウェイトをもらんよ。これはなんていうメニュー？ビスマルク大盛り。あ、持っていきます。ビスマルクの L サイズ。こちら鉄板熱いのでお気をつけください。失礼します。で、業務、F のパーツ、ミトコンを1名様。2番の。めっちゃ水飛ばして。いける？わかんない。持ってけるっけ？カレービス L。ほい。はい、美味しそうね。ちょっと待って。上がると思う。行きましょう。その周りを頑張って。ボルガーに。ボルガー。はい、オッケー。岡山のエビ飯と金沢の B 級グルメのハントンっていうのを合わせてコラボというかドッキングさせたのがこのエビ飯ハントンで、これもすごくよく出ます。なぜか女性にすごい人気あります。ど
トにもったエビフライハント。なんで？仕事ないから。仕込みできそうやったし。ごめんなさい。最後なんだけど、昭和とオムライス。ジョンカリではオムライスといったらこれです。初めて来たんですけど、マヨケチャタンポポオムライス昔駅の近くのお店で食べたことあって食べました。はい、昭和のオムライス。エスハントンデミオムデミオム。うわ、待って。だっけ？いや、これで。うわ。秘密の調味料の入った卵液をかけて混ぜる。すっごい美味しいです。無限に食べられる。何しとるけ？あ、本当や。はい、デミオもこのままいって。これが空港カレーです。これ今上からソースもかけないです、普通は。お待たせしました。
年配の方もいらっしゃいますし、いろいろですね、行き違いの女性ばっかりとは言えないんですけど、まあ女性は多めですね。オープンサンド。あ、お願いします。はい。マドンナ。マドンナもうあんまないんじゃない？あと2個。あと2個。ではお待ちしております。はい、失礼いたします。いらっしゃいませ。2名様ですか？16年前に、お店を出すことが決まって、お店の名前どうしましょうかっていう話になってね、サラリーマン店長をやっていた時にティーランドというお店ですけど、そこで一番人気のあったタンポポオムライスっていうオムライスが人気があって、キッチンタンポポにしようと思ってた。それをバイトの子に言ったらば、店長がお店を出そうと思ってる店のもう一本向こうにデイケアタンポポっていうのがあるらしくて、混同されるからダメですって言われて、キッチンカリオストロって名前にしようかなって、それもダメって言う。なんでダメなんて言ったら、ヤフーとかグーグルで検索したら、そのカリオストロだけピックアップされるから、多分1ページ目から10ページぐらいのルパンサイトになるんじゃないか。なるほど、カリオストロの城って有名なアニメ映画があります。だから造語をしなさいと。なんとかカリオストロ、カリオストロなんとか。造語って難しいじゃないですか。どうすればいいかなと思って考えていて、実はコロナの前まで隣の野々市市っていうところで開業したんです。夏になると野々市ジョンカラ祭りっていうでっかいお祭りがあるんですよ。ジョンカラの街でカリオストロやるから、ジョンカリオストロっていうワードがはっと降りてきましてね、それが店名の由来です。でこっちが洋食のお店で、こっちがうどんですね。じゃあ2店舗分の仕込みをされるっていう。そうですね。はい。黒部のコシヒカリ。案外やってますね。
スープ全部手作りで、オープンしてどれぐらい？オープンしてもうすぐ2年ですね。畑さんはずっと飲食？私ははい高校卒業してから今46なんですけど、ずっと調理の仕事してます。ホテルは長かったんです。20年ぐらい。ホテルでは洋食がメインだったんですか？そうですね、はい、洋食で、そこのアリソンビサービスエリアってあるんですけど、そこの料理長を下りで5年、上りで1年、料理長やってて、同じ会社なんで。あ、そうなんですね。はい。日替わりランチに今日ちょっとデミ多く使うんで、毎日メニュー変わるんですか？メニュー変わりますね。はい。ポークハンバーグとサーモンクリームコロッケ。土日もずっと日替わりランチだって850円税込みで。安いですね。ありがとうございます。ランチ。ほとんど製品は使ってないですね。これ多分焼いちゃったらちょっと曲がっちゃうんで、焼くのに10分ぐらいかかるんで、うちフードコートなんでやっぱ5分以内に出さないと自分思ってますんで、やっぱそれなりに準備はしてる。こんな感じです。地元の黒部のキャベツ、今すごい美味しいんで。でもランチに使う。これも全部地元の野菜を。君ってどこ行ったっけ？自分ずっと高岡で仕事してたから。今日のランチ。ここにでご飯がで今まだちょっと蓋したら曇っちゃうんでちょっと、まあ、冷めるまで。まだまだ知られてないんで、一番知ってもらいたいな。これは通常のハンバーグセットなんか違いがあるんですか？これは豚で、こっちが合いびきです。ナポリタンの具なんですけど、これも手作りで。もう合わしちゃって。富山ポークの生姜焼きのタレも全部手作りで。
作りの安いんで、安いし美味しいし、地元農家さんから直接買っとる。細いんでちょっと安く入れてもらえる。その分うちも安く出せるので。鍋焼きのポークです。下茹でしといて、であと中身入れるだけ。マックアイスデザートやってるんですよ。パパミルクよろしいですか？これだと別にじゃん。はい、お待たせいたしました。ご飯のおかわりご遠慮なくおっしゃってください。ありがとうございます。おしまいだと思うね。昆布入ってて美味しいです。どっちかというとあそこで遊んでついでにご飯みたいな。
川製麺さんのうどんですか？はい。椿食堂オリジナルのお出汁を石川製麺さんに作っていただいて、それをお出ししてるそうです。完全にお客さんに開けてもらうんですね。はい、お待たせいたしました。お待たせいたしました。はい、どうぞ。よく来られるんですか？そうですね、2ヶ月に1回か、まあ、孫可愛さに、はい、ここはいいんじゃないですかね。遊具もあって、雰囲気もいいですよね。そうですね。どうぞ。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ゆっくりどうぞ。お子様に関しては製品だと思います。子供を持つ親としてはこっちの方が安心ですね。安心安全。出券番号214番でお待ちのお客様、お待たせしました。はい、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。はい、いらっしゃいませ、どうぞ。はい、いいよ。はい、カレー。はい、味噌汁一つお願いします。はい、はい、パセリ。はい。はい。いらっしゃいませ。使います。はい、ゆっくりどうぞ。恥ずかしいですね。ありがとうございます。ゆっくりどうぞ。よく来られるんですか？2回目とか。いや、うまいですね。ごちそうさまです。はい、どうもありがとうございます。
マグロお願いします。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。これもうせえんのかな。物にはこだわらない。ヒレカツいくよ。はい。ありがとうございます。はい、フォークありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。だしも全然美味しいですし、かまぼこも富山ので、あととろろ昆布が入ってて美味しいですよ、本当に。カツはどうですか？美味しいね。ポテポークっていうのもあるもんね。多い時お客さんってどれぐらい来られるんですか？本当に500人ぐらいですか。ゴールデンウィークとかそれぐらいでいたら、まあでも普通の土日だとそれでも200人ぐらいは来てくれるんで。セットやろ。はい、失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせいたしました。これが一番人気ですね。今前までカツカレーやったんですけど、これお湯に入れちゃいました。はい、お待たせいたしました。お待たせいたしました。その前にもその前の小上がりにも知り合いだったんですよ。お待たせしました。はいどうぞ。はいどうぞ。
この前オードブル取って食べた時に美味しかったからで来てみようかな。うまい。はい、完食しました。はい。はい、お待たせいたしました。はい、見えますこれからどういうお店にしたい？道の駅なんで旅の人も観光の方も来られますけど、やっぱり地域密着っていうか地元の方にも利用していただけるようなお店にしていきたいですね。やっぱり日替わりランチとかもやってますので、毎日飽きさせないような料理作っていきたいと思ってます。